おはようございます。ペイです。ずっと憧れていた東北旅がついに実現しました。車中泊日数8泊9日、走行距離 3200km 以上、片道30時間以上、長い道のりを運転して待っていたのは見たことのない景色でした。そして夫婦ともどもとても楽しみにしていた東北各地の温泉の数々も満喫。食文化にも触れて、今まで全く体験のしたことのない思いが深く刻まれる旅となりました。その東北8泊9日 3200km のキャンピングカー車中泊旅、本日は秋田県の旅をご紹介します。よろしくお願いします。かなちゃん、今日のご飯は何ですか？もう後してるので、急遽あるもので作らせてもらいますんで、しかもなんか家から持ってきた、お好み焼きとかレンジでチンして食べよう。お好み焼きなあ、それええやん。家から持ってきたやつ。まず後でレンジチンしようか。そうみんなでもう一緒に食べよう。そっか、いいよ別に。今しませんか？しません。ご飯が5分なんで、ではないので、お茶碗あったやろ、ここに。でもそれでいいよ。ここに自分でいくらとかを自分で乗せて、でお正月の残りの春の子忘れてきちゃった。これしか入ってないの。初めてのご飯。おー。一応美味しそうで。ちょっとツヤツヤしてる。美味しそうよね。新米で炊いてみたんだけど。そうか。美味しそうね。今の時刻はもうすでにね、10時23分なんですよね。あ、そうなの？10時23分。で、外気温はね、マイナス 0.2 度ですね。思ってたより寒くないな。なんかもうほんとマイナス10度ぐらいまで行くんかと思って覚悟してきたけど今たまたまな、あったかい時に当たってるからやねんけど。それはそうやね。あったかいね。あったかい。いやー、美味しいわ。よかった。ご飯がいけるようなもんばかり。うまい。無理して飲まんでもよかったね。いや、飲みたいんやけど眠たいんや。飲みたいな。明日の予定がちゃんと決められへんくってね。乳頭温泉に行って田沢湖を見て、で田沢湖できればもう朝早くに起きてみて乳頭温泉行って、で道の駅かやかずのに行ってきりたんぽ鍋みたいな急がでいや、それが100キロも120キロもあると思ってなかったからさ、1時間ぐらいで山道通って1時間ぐらいやと思ってたけど、そうやんな、冬季通行止めかと思って。青森の通行止めはだいぶ調べてて分かってたのに、秋田の通行止め調べてなかったわ。なんか一応調べてんけどな、行けるってなってたと思ったんやけどな。それは路線バスとかが行けたんやな。路線バスなんて書いてくれんとってよな。いや、分からんけど、あとなんか地元の通行許可を持ってる車は行ける。家が途中である。そうやろな。
多分そんな雪ないと思うねんけどな。コーヒーお疲れ様でした。ありがとうございました。運転お疲れ様です。ああ。これ使ってたかな。いや、それ今日は上に、もし寒くなったらそれ上にかけて。ああ、今の気温はマイナス 0.7 度ですね。で、今日はね、電気毛布入れずに寝てみようと思います。何度ぐらいまで下がったら寝れないのかっていうのを試してみたくって、今日は家内と2人ともに電気毛布入れてないです。マイナス、今 0.5 度まで上がってきましたね。で、ただいまの時刻は12時30分ですね。じゃあ寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。まだ夜が明けてないですね。ただいまの時刻は6時35分ですね。気温はマイナス1度ですね。室温は 10.5 度。まあまあ寒いは寒いですけどね。雪が降ってますね。おはようございます。昨日は12時半ぐらいに寝たんで、ちょうど6時間ぐらい寝ましたね。FF ヒーターをつけてね、寝る前に切ったんか。いや、その時はすごくあったかくて、で、上 T シャツでも、今回は寝れましたね。そんな寒くなかったです。で、これから、これから、田沢湖を少し、見て回りたいと思います。ちょっと朝のね、田沢湖見たいなと思ってたんで、はい、ちょっと見て回ります。ただちょっと雪が降ってますからね、あんまり、晴れの田沢湖って感じではないですけど、で、その後ね、ニュートン温泉に行きたいなと思ってます。じゃあ行ってきます。丸めておくのはちょうどいいな。丸めておくのはここで最初だけちょっとばいいか。危ない。怖いわ。いや、ちょうどった。自分が怖いわ。何や。一発やったろと思った。違う。だからちょっとずっこけてみようと思った。これがちゃんと止まってなかったらバター落ちたこといっぱいあったな。
ナビが下おらんの。なんでな。まあ普通にしてたら頭当たらへんけどね。ナビはな、うん。俺らは完全にアホだよ。ちょっと賢くなるかもね。そうか。ちょっと刺激が足らんでんだよね。大丈夫。大丈夫なの。ほこりがな。おはよう。何がほこりが舞ってますぜ。おはよう。大丈夫。おはよう、なぎちゃん。おはよう。はい、よして。大丈夫。ほこりが。ほこりだか。おはようございます。これから田沢湖を少し回ろうと思うんですけども、特にどこを回るとか決めてないんで、湖畔をとりあえず走って行こうかなと思います。でその後にね、乳頭温泉に行きたいなと思ってます。雪はね降ってるんですけど、もう晴れ間が見えてるんですぐにね止むと思います。それじゃあ行ってきます。母ちゃん、はい。今田沢湖に来てますけど、有名な達子さんに会いに来ました。はい、じゃーん。達子さん若いね。若くて綺麗。綺麗な人やな。で、母ちゃん。はい。達子さんどんな感じですか？なんかちょっと似てるかも。ちょっと似てましたね。これ2回目なんですけど、実はちょっとこの下ね、ここに遊歩道みたいなのがあって、まあ長靴私たち履いてるんで、まあ来たんですけど、やめなさい、ハマるで。ハマるで。まあ1回目はねあんまり似てなかったんですけど、まあその1回目がこれです。すごいポージングなんですね。すごいポージング？どんな感じ？ブサイクやな。ブサイク言うな。そう、あんまり似てなかったんですけど、2回目はねちょっと学習したんかして似てました。ダンスの先生だから、ね。ダンスの先生だからもう教わってまあこれで先生の技量がどんなものかっていうのがよくわかるっていう。じゃあ達子さんありがとう。ありがとうございます。綺麗な人。母ちゃん、そこ魚の餌売ってるみたいで。魚がいるんですね。なんやろな、魚がおるんかな。カラスがもうあっち行ってって言ってる。あっち行ってって。なんやろな、魚がおる。めっちゃ水きれいやな。黒マスじゃなくて。黒マス？クニマスじゃない。クニマス。黒マス。新しい。すごいね。あっち行ってって。本当だね。行こう。顔覚えられるから。じゃん、達子さん美しかったわ。なんか思いのほかに綺麗な人やった。綺麗な人やったな。一応振り付けとか作ってアーティスト気取りしてるんでなんか綺麗な人やなと思ってちょっと感慨深かったわ。どんなこの人ここでどんなことしてはったんやろなとか、まあ、実在しはるんか分からへんけどな、なんか実在せえへんのか。美しさをだからなんかずっと願ってリート化してすごい田沢湖にしてる。田
沢湖で死んじゃったの？沈んでいた、その竜になって。ああ、そういうの。ああ、なるほど。言い伝え。ああ、そうか。なんか美しさをなんかずーっと見てしまったわ。ね、美しかったわ。なんやろうな、惚れちまったわ。そうか。ああいう感じの人好きよ。ポーズ練習するわ。やめとけ。くんななとすぐマッチョみたいな。ああ、じゃあ今からですね、片栗館っていうところに行って、まあ片栗館っていうところは多分閉まってると思うんですけど、うまくいけばね、秋田内陸鉄道の車両をね撮影できるかなと思って、まあそういうのも結構好きだったりするんで、ポツンとね電車が一両走ってるっていうのが綺麗だなって思うことがあるんで、今から行ってみます。ただね、時刻1時間に1本とかなのかな、だから合うか合わないか分かんないですけどね、行ってみます。人体重が重いから下がるの。下がりすぎやろ。普段と関係性がだいぶ違う。なんでここ低いんかな。母ちゃん、はい。秋田内陸線の車両、はい。撮影できましたね。奇跡的に撮れました。奇跡的に奇跡的にというか時刻表見てきたんですけど秋田内陸線の車両の映像がこちら。それではこれから乳頭温泉の方に移動します。じゃあ母ちゃん、はい、乳頭温泉行きましょうか。はい、でもね、お正月でね混んでて入れないかもしれないけどね、とりあえず行ってみます。じゃあ行ってきます。温泉あと6キロぐらいやけど、はい、上りがすごいです。横の溝のところに流れてるのが温泉化してね、湯気がわー出てるな、すごいな。でもちょっと雪がまた深くなってきた感じやね。左です。およそ 3km 先、目的地周辺です。
並んでる。外で人が目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間ちょうどです。運転お疲れ様でした。ニュートン温泉来ましたね。じゃあ入りましょうか。めっちゃ雪ができましたね。やっぱり下がねめっちゃ凍ってるんですよね。ここまで来るのも結構まあ滑らなかったですけどね、なんかもっと滑るかなと思ったんですけど全然滑らず、まあ普通そんな滑らないと思いますけど、ね、なんか一回滑ってるんで滑るかなって怖かったんですけど大丈夫でした。じゃあニュートン温泉こんな感じです。外国の人ばっかり、外国の人ばっかり、外国の人が多いですね。やっぱり日本の人外国の人がなんかあれやな、白川郷とちょっと似た感じ、なんか建物もまあ全然違うんですけど雪降ってるからか雰囲気がねすごいですね。香水の匂いがすごいですどうやらバスでツアーみたいなんですごいたくさん来られるみたいですね。だから外国の人がこんなとこだって外国の人運転して来れるかなと思ったんですけどバスが回ってるみたいですね。こんな感じです。すごい硫黄の匂いがするねやっぱりね。で温泉はどこにあるのこれ。温泉はこれ全部ここがこうなっていて、うん、左手ここの左が温泉行ったところ、はいはい、これもそうだしここもそうだし左に行ったところ、あ何個かあんの。そっちにはいはい。入れんの？これがもうそうなんか。混浴。え？ここは混浴。え？あそこが混浴。温泉どうでした？空いてました。空いとった。男の人のところも入ったタイミングが良かったのか空いてましたね。で露天風呂、でっかい露天風呂があるんですけどそこは混浴になってて、で外国の人がもうすっごい多くって、なんかちょっと入りづらいかったからもう入れんかったけど、でもあったかかったっていうかみんな暑いって入られへんって言ってたけど、ちょうどよかった。ちょうどよかったわ。なんかあれぐらいの温度がいいわ。めっちゃいいはいいよな。ただ、すごい混んでるけど。温泉の質自体は好きです。そういい匂いでね、なんか湯あたりするから気をつけてみたいな書いてあったね。乳白色のすごい効能が強そうな、すごい効能が強そうで肌良くなるかなと思ってずっとこの辺チッやっと頭かぶってこうかな。ほんまに頭あれこの辺ちょっとやっとったらもう肌が荒れてもう毛もなくなってきたからねでも良かったですね。まあちょっと遠いけど価値ありです。はい。母ちゃん、はい、ニュートン温泉から出てちょっとしたところに車止めたねんけどな、はい、すっごい雪帰れるかなまだ帰れへんけどすごい雪が降ってきましたね。今日はね天気予報では曇りって言ってたんですけどね、雪が降ってきましたね。なんか夜も雨って言ってたんですけどこのままもしかしたら雪かもしれないですね。で今から道の駅鹿角へ行こうと思います。でまっすぐ行け迂回山の中を抜けていけると40キロぐらいなんですけど迂回しないといけなくって冬季通行止めっていうのをちょっと私が見落としてて、でそれで140キロぐらい3倍3倍以上かえらいことやな。
まあ下道を行くんですけどね、3倍以上の距離がありますね。まあでもそれも何かいろいろ発見があると思うので楽しんでいきたいと思います。それでは安全運転で、こんな駅ですからね、気をつけて運転していきます。Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã. Cantarolar o sopro do mar, se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã.田沢湖のハーブガーデン、ハートハーバー、ハーブガーデン、ハートハーブっていうところに来ました。ご飯食べてないんで、ご飯もしかしたら食べれるかなと思って立ち寄ってみたんですけどね、どうやろう、苗木とかしか売ってないとかそんなのまあとりあえず行ってみます。こんなところなんかね、いろいろ。あ、ほんまやな、中にすごいあるんやな。冬季休館やって。レストランだけでっかいな。奥になんかあるわ。ちょうどいいや、食べれそうな。ハーブティーバー。ちょっと嬉しいです。隣のね、なんか。あれな。そこで作られてるのかな。こんなにもすごいね。すごいな。すごい実やな。何これ、隣のお庭で採れた。すごいね。私にはごちゃごちゃで何かわからないって感じですけどね。本当の天然だよね。ね、すごいね。匂いすごいね、開けたらね。匂いが。なんかね、開けるとね、すごいいい匂いがするんですよ、ハーブの。まだやろ。3分ぐらい蒸らすらしいですけどね。これ何回も行っていいってことやな。バーやからね。だからこれドリンクバーみたいに、ハーブティーバーみたいになってて、何回も行って、ちょっと楽しみです。もう朝から結構バタバタ忙しくしたんでゆっくりします。母ちゃん、はい、
ハーブティーハーブティーすごかったね美。味しかったうんね。ドリンクバーで飲み放題でもういっぱいブレンドできてんな。自分でねうん買ってね、うんどうぞみたいな、うんすごい良かったね。だってあれ400円弱ぐらいやったよな多分。それでそうあんだけなんかいっぱいできたらそう自分でね、うん何杯も飲めるから、すごい良かったです。ちょっと元気になりました。元気になりましたはい、じゃあここから移動します。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間23分です。今日は2回目のお風呂。今度はあゆっこあゆっこ温泉。多分銭湯温泉。温泉かな、とりあえずちょっと冷えたんで体が入ります。お風呂たまりました。ね、空いてたわ。空いとったらどこでも満足です。はい母ちゃんがねちょっと体調悪いな。大丈夫です。大丈夫、うん、ちょっとねお風呂入って寒かったみたいでお風呂ね2回目入りに行ってちょっと元気になるかなーって感じですね。もうこれからね道の駅行ってもう早めに休もうと思います。右です。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間37分です。運転お疲れ様でした。今日はポータブルバッテリーを使って炊飯器でお米を炊きます。これは米のメニューを銘柄か。あ、それしかできんね、うん2つしかできへんから。これやな。うんじゃあスイッチ65分。ちょっと長いね。45分。やっぱこの間早炊きしたから。ほらまあこれでいいよ。そう65分待といいの？う。いいよ。何寝てるやん。おおお、しそに炊けてるよ。うんでもやっぱりちょっとまだ多いか。水があ、いやこんなもんちゃう。こんなもんかなちょっとだけ少なめにいやして。こんなもんやちょうだよこれ。あんまり硬くしたらあれやもんね。熱いやろ。熱いやろこれ。いやこれ熱いやるやつや。ちょうどいい。バッテリーでポータブルどれぐらい使ったのかな。よいしょ。ああ、そうか。お腹を86% 残ってるから96% から使ったからもう 10% やな。米炊くのにはそんな使えへんな。10% だけ減りましたねポータブルバッテリーは。これぐらいだったらいいですね。お米1回炊けて。いやお疲れ様。はい、お疲れ様でした。寝ましょう。いや、すみません。今は秋田県。明日は青森県。明日は秋田県。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。